横綱豊昇龍、露払い宇良、太刀持ち平戸海、行司は式守伊之助であります。帰ってきました。そして今画面ズームされた朝紅龍が天海鵬さん、天海鵬さんも今久しぶりにお会いして間近で拝見いたしますと大きな体なんですが、朝紅龍は決して大きくない体でこの幕内で相撲を取っていますよね。もう本当に体はですねそんな大きくないんですけども、この筋骨隆々といいますか、筋肉がですね本当にすごいなと。このように行司が軍配正面に向けて軍配を返しますともう使用の時間はありません。ここから待ったなしの勝負が始まるということになります。過去の対戦朝紅龍の4勝2敗。ただ表情見えている千代翔馬は立ち合い変化などもあります。どうなりますか。お互いこの手をつくタイミングにも駆け引きがあります。勝ちました。正面からいった、ちょっと引いた千代翔馬、そこを出ました。押し出し、朝紅龍の勝ち。朝紅龍勝って初日から3連勝としました。天海鵬さん、内容いかがでしたか。そうですね、千代翔馬、朝紅龍が、相手をこう気にせずですね下から上に、攻めるのを怖がらずに前に出てたっていうところがですね勝ちにつながったんだと。この世界に入ってますから、佐田の海がこのプロの世界に入った後に生まれているのが琴恵光です。そうやって感慨深いですね。そうやって考えるとすごいですよね。その琴恵光ももちろんすごいんですけども、こんな長くですね、上がってくる力士とやるっていうのが生まれた時にですね入門してて、いやードラマがありますね。ありますよね。さあ軍配返りました。初対戦です。こちら十両の琴恵光対するはベテラン佐田の海。お互い右四つ得意。差しに行きました。右四つ、右が入ってお互い得意の形。上手は引けていないか。向こう側佐田の海どうだ。左を絞ります佐田の海。じりっじりっと前に出るのは琴恵光。上手を引いていました。寄り切り琴恵光の勝ち。琴恵光が勝ちました。十両の力士が勝ちましたね。そうですね。やっぱりこう力ももちろん四つに組んであるんですけども、お互いにですね琴恵光は上手をですねでこのままですね、佐田の海はもう一回この左下手を切りたいんですけども、何回もですねしますけども、ここでもう上手をがっちり掴んだ琴恵光が寄り切りと、こう短い相撲の中ですけどもとてもこううまさがある一番だったなと思います。ありがとうございます。全然薄口じゃないじゃないですか。怪我とかですねいろいろありまして、もう幕下に落ちたことももちろんありますから、そこからですね上がってきてこの新入幕をつかみ取ったというところはもうやっぱり自信にもつながりますし、やっぱ経験がですね怪我の経験が生きてもう本当に四つに組んでも力がありますから、すごい期待してます。で今日は同じ得意な形が左四つ同士ということで、これどういう対戦になるか楽しみですね。そうですね。過去の対戦1対1、幕内では初対戦です。突っ張っていきます錦富士です。応戦する欧勝海、しかし圧力は錦富士、下からあてがって欧勝海残す、左の押っつけ錦富士、後ろを抜かせました。土俵際軍配は錦富士です。軍配錦富士、物言いはつきません。
お互い回しを取らずにそうですね。付き合い押し合いの対戦になりましたね。これ意外とですね、向こう十分だとこっちもまあ十分ですけど、向こう12分になられるのが嫌だとか、逆にこう組まずにまあお互いにですね突き押しができるんであれば、はこうなるパターンもなきにしもあらずというかですね。い、そうですか。はい、意外とお互いにこう回し取らせたくないっていう気持ちが合致したのか、こういうふうな相撲にですね、あると思いますね。小さい力士の方が勝つと、はいより湧きますもんね。そうなんですよ。そうなんですよ。もう僕はもうどんだけ負けろと思われたことか。そんなことはおないと思いますけど。いあんこ負けろと。あんこ型、あんこ型ね、体負けろとの大きな力士のことをあんこ型というんですが、はいそうなんですよ。負けろと。あんこの方負けろと。負けろと。はい、 3連勝中です。これちょっとですね、嫌な流れですね。湘南の海的にはですね。でお互いこれも左四つ得意同士ですから、はいまあちょっとスタイル違いますけども、なるほど。頭をつけて中に入って時早手ガバッと捕まえれば湘南の海という展開になりそうです。軍配返りました。お張っていった時早手です。しかもさせません。ちょっといなし気味の湘南の海、前に出るのは時早手、はたき込み。湘南の海の勝ち。土俵にはいなしました。湘南の海は3日目に初白星ということになりましたね。時早手は連勝できていたんですが、一人も嬉しいですね。この時相手戦はですね。何かこのなんと言いますか、ふわっと立って相手を絶対正面に置いておこうというような、なんか湘南の海がですね落ち着いてたなっていう印象がありますね。こういう相撲を見てると、まあ、時相手もですね下からあてがってはいるんですけども、こううまくですね体を開いて、右側に見えている竜電の方は体大きいんですが、相手の中に入って食いついて回しを引いていくような相撲ですよね。そうですね、もう体大きいんですけども、本当にこの竜電のこの高さですね、はい、こうね、こんな高身長なのにすごい器用に相手の頭つけてですね、しかも1年ぶりの対戦、やっぱりこの豪ノ山の圧力が、はい受け止めれないのかな、どうなんでしょうか。1年ぶりの対戦ですから、1年前もこの九州で顔が合っていました。今年はどうでしょうか。ちょっと竜電が突っかけました。これ天海鵬さん、はい、プロのそうなんです。一回待ったなるとですね、やっぱこう相手変わるんじゃないかなって考えてしまいますんで、横に飛んだりするんじゃないかと、はいなるほど。さあどうか。迷わず行くのがですね大事なんですけど、ちょっとタイミングが合いません。竜電が突っかけたのが豪ノ山が立てないのか。そうですね。非常に大事とこの大相撲言われます。さあまた先に腰を下ろしているのは豪ノ山の方。豪ノ山は右拳を下ろしています。立ち合い成立、頭でいった。下から起こしていこうと豪ノ山、下からあてがって竜電、回しを引きたい。回し引きました。左を引いた、左四つ。上手は引けていません。右は絞っています竜電。顔が好調しています。豪ノ山はなんとか振りほどきたい。少し引いた、中に入った竜電、寄り切りました。竜電対豪ノ山、6回目にして初白星。2点切れましたか。2点のあたりが切れましたかね。右の眉頭のあたりが切れてるでしょうか。よろしいですか。はい、はい、ということでありがとうございます。またちょっと時間があるときに個性的な絵をご披露いただければと。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、このね回し引けたことが良かったというそうですね。話でした。相手をですねこう伸び上がらせた、反らせたっていうですね。はい。豪ノ山としてはこう組まれてしまうとどうしてもそうですね、自分の得意な形ではないですからね。もう立ち当たってですね。本当に膝の大怪我があって手術を何度もして。そうですね。怪我を超えて、歩くのももう本当に日常生活に支障がきたるぐらいですね、本当怪我だったと思うんですけども、もうここからのこの復活っていうのはもうね努力がもう半端じゃなかったんだろうと思います。考えられないですよね。そうですね。過去の対戦2対2、先場所は友風が勝っていますが、お互い勝ち負けの繰り返しという対戦成績。さあ今場所はどうでしょうか。お互い押し相撲です。友風は押して叩いてといういなしの技も得意にしています。正面が取り合った、右を覗かせようと御嶽海、下から押し上げていきます。友風下がらない、重い腰がある。ちょっと叩いた、それが呼び込んでしまいました。御嶽海の勝ち。
3日目、今場所の初白星です御嶽海。対する友風は初日から3、ただ吉相撲同士、御嶽海はこのように体を丸くして相手を押し込んでいこうという相撲。そうですね、はいもう友風のこの右ののど輪でですね、もう御嶽海ももうこういつはたいてくるんだろうっていうような、なんかこう、はたいてきたタイミングで前に出たっていう、なんか頭に入ってましたね。そうですね、はい御嶽海も先場所前に辛いことがあってですね、それでも15日間土俵に上がった昨日大栄翔に勝って今場所1勝1敗で迎える3日目ということになります。で対戦相手がウクライナ出身の獅司。獅司は先場所初めてこの幕内で2桁白星10勝5敗という好成績で、今場所この回し締め込みを黒にし、琴勝峰は押しながら流れの中で右四つに組むこともあります。獅司は押して、立ち合いでガバッと回しを取りに行く、そんな動きもある力士。手をついて回し引きに行った、お前回し早かったのが琴勝峰、一気に走りました。最後は押し出し、琴勝峰の勝ち。琴勝峰がもう立ち合いから回し取りに行きましたね。もう踏み込んでからこうやってですね、本当にこの前みつをこんだけ早く取るのって、もう分かっててもですね、なかなかできないと言いますか、ここまでやっぱり獅司も圧力ありますし、こう組んでからの力も出るのに、この当たってからのこの一生懸命さがすごい伝わってですね、とても期待してますね。で対するは押し相撲の関脇まで上がったことのある、優勝経験もある大栄翔ということですね。もう相手はもうベテラン実力者ですし、そしてこれ高校のですね先輩後輩ですね、埼玉栄、もう藤野川としてはですね、もうベテランですから、もう思い切って当たっていくだけというところでしょうか。大栄翔としてはですね、藤野川の良さを封じるように相手の間合いを気にして相撲を取るべきだなと思います。さあ軍配返りました。ちょっと後輩藤野川が突っかけました。藤野川20歳、大栄翔昨日32歳の誕生日、ただ昨日の誕生日は白星になりませんでした大栄翔。さあ32歳初白星になるでしょうか。もろ手突き大栄翔です。一気に前に出ていこう。体勢入れ替わった藤野川を押し返す。大栄翔も使います。さあ押し合いになった。館内が沸きます。福岡国際センター、押し相撲なら負けられない。入れ替わった。押し出し、勝ったのは藤野川。藤野川初日から3連勝。そうですね、もう本当にこう当たってですね、いやこれ実際のにすごいですね、本当に。いい相撲しますようなところになりました。いや当たってですね、大栄翔のこの突きはもちろんものすごい威力あるんですけども、それにですね気を取らないようにこう藤野川がですね大栄翔をこう下から肘のところをあてがって攻めてますね。でも動きももちろん藤野川いいですし、なんかこう人一倍またこう一生懸命さが伝わってくる協会グッズ売店です、めちゃめちゃ人気です。タオルめっちゃ掲げてる人多いじゃないですか。そうですね、めちゃめちゃ売れますよ。そうですか、売れます。翔猿も人気です。リアルに人気力士が分かるわけですね。分かります、分かります。そういう意味ではね。そうなんですよ。じゃあちょっとまた後ほど伺いたいと思います。押して動き回って翔猿、捕まえれば狼雅という展開でしょうか。軍配返っています。過去の対戦、翔猿の2対1。正面からいった、右が入りました。ちょっとそれを小手に振った狼雅、今度は左が入った翔猿、胸が合う、右が覗いています翔猿。右四つは狼雅得意の形ですが、おっと手返しも見せる。足も使って右四つ、胸があった狼雅、上手投げ。細かい攻防がいろいろありました。そうですね、もう翔猿も一生懸命相撲を取ってたなというのがすごい伝わります。もちろん2人ともですね必死にやってるんですけど、狼雅がですねやっぱりこう組み止めたいです。はい、ですね。右から勝ち上げて、小手に振るんですけども、うまく翔猿が抜いてですね、ここで切り返すかなと思いきや、狼雅も足腰強いですね。よくあそこ残しました。でこう上手取るとですね、狼雅の形ですから、もうここで取っていたんですね。上手もかかってましたんで、ただあれ本当にかかってなかったらですね、翔猿のけ返し、ちょっとねよく足技しますんで、ただ本当にこのがっちり掴んだ上手が、狼雅の
命綱だったなと、師匠の木曽親方、はい木曽親方の地元の山なんですけども、地元が僕一緒なんで、はい、熊本県。はいはい。この金峰山っていう山が、本当にもう近所にありまして、はい僕の中学校の校歌の一番最初に出てくるっていう山なんですよね。そうなんですか。金峰山っていうのはですね、だからもうすごい馴染みのある名前でといいますか山ですかじゃあもう九州は準ご当所と申し上げていいですね。ら。金峰もうそうですよ。山ねもう金峰山もご当所と言っても過言じゃないぐらいですね。はい。もろ手突き、下から押し上げていく、腕が伸びるのは金峰山。お互い押し相撲が得意です。頭を低く一山本、下から押し上げていこうとします。一瞬回しに手をかけました。引いてしまった。はたき込み、土俵にはうまくさっと体を左にかわしました。一山本の勝ち。土俵を半周軽くジョギングして東の位置に戻りました。いつものようにひょうひょうと涼しい顔に、まあ当たって、まあ両者ですね、まあこう金峰山が手を伸ばしてそれをあてがってですね、一山本がこう防戦するんですけども、でここで下から一山本が攻めてて、あこのまま行くんかなと思いきやこれちょっとはたいて飛んだじゃないですか。はい、ここで墓穴掘ったなという風な感じだったんですけども、ギリギリでですね、相手の圧力は半端じゃないんですけども、ここでうまくですね、よくあそこで体を入れ替えれたなと、俊敏ですね。そしてこの表情です。はい金峰山のように押し相撲得意で、はいだいたい立ち合いで両腕で相手の胸をついていくもろ手突きという立ち合い得意にしてますよね。そうですね、はい、もうやっぱりこう物手で押して正面に置きたいですね、阿炎としてはですね。まだ時間にはなりません。阿炎は初日から連勝スタート、小さいですから、はい、やや立ち合い慎重になるのではないかなと思うんですが、そうですね、まあこう全力でこう突っ込んでいくというよりは相手を正面に置いて、ちゃんとこう的確に押すことが大事じゃないかなと思いますけど。なるほど。さあ軍配返りました。お固めてかち上げていきました。突っ張っていく阿炎、一瞬腕をたぐった翠富士、右から下からあてがってはたき込み落ちない阿炎、今度は阿炎がはたき込み、そこを出ました。押し出し、翠富士の勝ち。翠富士3日目に初白星、お互い運動神経の良さも見せました。そうですね、本当にこの、2人動き良かったですね。はい、右をなんか刺すようなですね、右からかち上げてっていう感じだったんですけども、で相手のこうですね突き放して、まあはたいてはたかれてっていうところではたき合いだったんですけども、はい、翠富士が落ちずにですね、足腰の良さを見せましたね。ところにはもうそれぐらいもう高校で入ってきてからの、ね、スピードもすごいなと思います。相撲教習所、ちょっとこうライトファンの方には、はい、あまり聞きなじみがないと思うんですが、そうですね、はい、まあ、朝ですね、7時から転校しまして、はい、で7時からまあ、稽古を最初にするんですよ。これみんな絶対に行かないといけないですね。そうなんです。入門したお相撲さんは最初に半年間通うんですけども。ということですよね。はい、国技館にあるんですよね。あります。国技館の一番こう突き当たりといいますか、入門入ってですね。またちょっと後ほど伺いたいと思います。はい、土俵が時間になりました。軍配返りました。右四つ得意同士です。四つに組み合うのか、左は入りました。大野勝です。左四つに組んでいった。はずで押し上げて熱海富士突き落としこらえます。大野勝、土俵際迫るのは熱海富士。熱海富士の攻めでした。流れの中ですが、はい、右四つにはなりませんでしたね。そうですね、はい、もうまあ、当たってですね四つにはならなかったんですけども、突き落とし気味にですね、この辺りですね、はい、ここからですね、右を絞ってからのこの右からこの押っつけですね、はい、これ効いてますね。やっぱりこう回し持ってたんですけども、ここで大野勝が左の手を下手を、過去の対戦で言いますと美ノ海の3対2、ただ先場所初日顔があって正代が勝っています。正代連勝中、ですから最初美ノ海に3連敗した後、正代は現在対美ノ海連勝という状況でございます。そうなんですよ。攻略したと思った矢先に負けたりとかですね、逆にありますし、なるほど、難しいですね。本当にこうどうなるかわからないっていうのがですね、本当相撲だなと思います。お互いご当所、この九州ではどうでしょうか。軍配返りました。
差しに行った正代、この圧力があります。うまくかわして後ろについた一貫の正代です。戻しました。頭を低く左につくは美ノ海、頭をつけて前に出ていきます。突き落とし、土俵際正代の勝ち。すごいですね、攻防があって、本当にもう美ノ海の形かなというふうな、左をつけた時に思ったんですけども、これがこの正代のこのうまさといいますか、なんか両者攻防があってですね、とてもいい一番だと思います。美ノ海の腕を手繰ったり、いろいろ技を見せていました。そうですね、反応がいいですね、お互いに。こう来たからこういくという、なかなかですね考えてできることじゃないですので、やっぱり稽古をしている証拠なんじゃないかなと思いましたんで、その中でまた言われることがまた皆さんのファンのおかげでですね、こうやって勝てていると、誕生日の日に、言ってみたいです。ただ、僕はもう勝ったら自分のおかげで、負けたら人のせいに。募集した時に優しいジャイアンって来てましたけど、優しいジャイアン、コメント関係なしですね。もう見た目しかない。優しいジャイアン。そのメンタル思考はジャイアンですもんね。そうですね。そうですね。この思考はですね。でもそういうふうに思って、でも本当に皆さんのおかげだとそうですね。思いますよ。現場帰りました。お互い押し相撲得意です。頭でぶちかましてきた玉鷲、右の喉が一気に前に出ていく。回りながら大勝馬です。それでも構わず出てくるのは玉鷲、押し出し玉鷲の勝ち。昨日の吉野富士戦に続いて連勝です玉鷲。いや大勝馬もですね、腰重いんですけども、そうなんですよ。本当に信じられないですね。大勝馬はああやって相手と自分の好きな距離を取りながら様子見ていなすタイミングいつも見る力士ですもんね。そうです。それをさせなかった。そうなんですよ。この大勝馬の良さをですね。そうなんですよ。負け越しなしで来てますんで。ちなみに吉野富士のタオルっていうのは、吉野富士タオルは改名したんで草野ってあったんですけど、今場所作ってるのか作ってないのかまだ間に合ってなかったかもしれませんね。そうですね。宇土の星っていうのですね。熊本県宇土市出身のね。その人気力士同士と申し上げていいでしょう。過去の対戦1対1。さあ軍配返りました。宇良はいろいろなことをやってきますが、吉野富士どうでしょうか。吉野富士は右四つに組みたい。低い体勢、正面からいった宇良、突っ張っていく吉野富士、右が入りました。前に出ていく。土俵際どうだ。軍配吉野富士。物言いはないですね。吉野富士勝ちました。大きな拍手が送られます。宇良もですね、土俵際右が覗いたのは良かったですね。吉野富士得意の右。一回突き放してですね、でここ右覗いて、で相手の体に応じて動きについていくと、首巻いたのも良かったですよこれ。なるほど。あそこでね、本当に止まってしまうとそのままうっちゃり食いますので、よくだなと。体勢よく預けていきましたよね。そうですね。宇良も弓なりになっても体の残せっているんですが、幕内の対戦ではこの両力士は勝ち負けの繰り返しなんです。そういったのがあるんですよね。連勝連敗がないんですね。ですから順番でいうと今回は若元春なんですが、どうなるかというところですね。じゃあ若元春の方でいうと右四つ隆の勝、左四つ若元春です。ただ隆の勝は大体突っ張ってからですよね。立ち当たってやっぱり圧力かけて相手をですね攻め込んだら隆の勝ですね。組み止められるとですね、やっぱり若元春が力出すんじゃないかなと思う一番ですね。左をねじ込んでいった若元春、左四つで前に出てくるのが隆の勝です。土俵際突き落とし、若元春の勝ち。やはり左四つになったら譲れないという。かけてたんですけども、やっぱりこの若元春の左を覗かせた時のですね強さありますね。左からすくうのかと思いきや右から突き落とすとですね、やっぱり左四つのこのうまさありますね。隆の
初は四つに組むんだったら逆の四つ、右四つが得意で、それでも構わず出ていったんですが、これそんなにやっぱり右四つと左四つって違うんですか？四つでも得意でも平戸海です。長崎県出身。ただ王鵬は今場所関脇に帰ってきて先場所10勝5敗2桁白星で終盤3連勝から今場所ここまで2連勝ですから、都合今5連勝中といいですから、平戸海はもう立ち合いでも足引けるかどうかですね。そうですね、立ち合いやっぱりこう鋭くですね、いきたいですね。さあ軍配返りました。手をついて前三つどうだ、向こう側引いたか、右が入りました。右四つ胸がって煽っていく、平戸海寄り切り、平戸海の勝ち。強かったですね、今本当にタッチペン解説いかがでしょうか？いけますでしょうか？自分の回しが下にあることがそうですね、いいとされていますけども、やっぱりもうここで王鵬残ってますけども、この平戸海がですね引きつけながら下こう腹に乗せるようなですね寄り方してます。稽古を見てると、稽古では普通に貪欲に相撲を取りまして、その後帰りにですねジムに行ってたと、その足でですねトレーニングしにそれぐらいこう貪欲に頑張ってたっていうところがですね、聞くとこうね活躍するのもやっぱりこう努力がゆえにここまで来たんだなと、すごいなと思います。対する伯桜鵬は初日横綱豊昇龍から金星を奪っています。昨日は大野里に敗れました。青錦は初めて初日から連勝をしてこの3日目です。さあ軍配返りました。好取組注目の一番、正面からいった左が覗きました。伯桜鵬左四つ得意、青錦首投げに行く、首投げ、軍配青錦、物言いはつきません。物言いつきましたか？物言いつきました。なるほど。打った時の青錦の右の肘と、今リプレイご覧いただいております。土俵上勝負審判分かれました。これから場内にアナウンスがあります。ただいまの協議について説明をいたします。行司軍配は青錦を有利と見て挙げましたが、両者の体が落ちるのは同時ではないかと物言いがつき、協議した結果、伯桜鵬の肘が早く、軍配通り青錦の勝ちといたします。アナウンスになった通り、軍配通り青錦の勝ち。青錦初日から3連勝、対伯桜鵬戦4連勝としました。このもう捨て身のこの言うなれば首投げじゃないですか、そういったところもともと史上初、新入幕から4場所連続2桁白星、これ戦後初、戦前含めて史上2人目、快挙をやってのけて、この九州に入ってきたんですが、でまた実は、初日から連勝スタートって今までなかったのが、今場所連勝スタートしてまた3連勝になりました。ありますんで、やっぱこうきついんじゃないかなと思いますから、そこはやっぱりこう意識していると思います。これ付け人が花道の琴櫻サイド見ているんですが、肩の動きご覧いただきたいと思います。これ最後の使用、なるほど、肩の動きがシンクロするんですね。こうやって一人で土俵に上がってますけども、付け人と一緒にですねめちゃくちゃするでしょ。軍配返りました。すみません。さあ手負いの大関が今日は元大関相手にどんな相撲を見せるか。対する高安、ここまで1勝1敗、大関に勝って白星を先行させることができるか。左が覗いた、右をつける琴櫻、頭をつけます。高安も左ねじ込みたい。どちらが自分の形を作るか。腕をかぶった琴櫻、体勢を入れ替わりました。下から当てがって高安は押し相撲もできます。左が入った琴櫻、左四つに組むか。左の下手を引きました。下手を切りに行く高安、突き落とし、高安の勝ち。いいですね。うまいと一言今天海王さん
力こぼれましたけども、タッチペン解説、はい、お願いします。まずリプレイ、そうですそうです、ごめんなさい。まずリプレイご覧いただきます。これ立ち合いは当たってですね、この右からですね、もう左やっぱりこう刺されたくないんで、大関もですね右からこう絞ってこの左を殺すんですけども、もうここですね、とにかくここを我慢して、高安がですね、しのいでるわけなんですけども、ここからですね流れがあるのは、ここから腕手繰りましたよね。腕手繰ってちょっと相手との密着させたくなかったんでしょうね、大関が。ところ左で覗いたじゃないですか。でここからですね、この腰を生かしてですね、腰を振りながら右を縛っていくんですよ。こうやってですね、この腰の動き、やっぱりこうベテランだなと。上手が取れなくてもですね、これ見てください、回しを切ってですね、でこういった上手を嫌がって腰を引いた大関のところを取りに行くと見せかけて右から突き落としと、このなんかもう本当うまさが凝縮されたと言いますか、すごいなと。こうなかなか稽古場でもですね、こうやってねうまいことできないのに、僕はですね本当にこう場所でこうやって一瞬のこのタイミングでやるっていう腰のこの回転、なんていうんですかね、ものすごいこの遠心力というか、そういったのを利用して投げるこの勝負感、やっぱさすが横綱だなって思いますね。さあ時間になりました。表情がふっと引き締まった横綱豊昇龍です。これ同じモンゴル出身力士同士なんですが、表情リアクションも結構好対照で、くっと気合が入って形相が変わる豊昇龍と、全く表情変わらずに淡々と仕切っていく霧島。そうですね、もう全然こうね、顔が本当に無表情というかポーカーフェイスですね。そうなんですよね、涼しい顔して。そうですね、パワープロで言ったら黄色ですね。顔が変わってないんで、パワープロがわからない方には全く何言ってるかわからない。何言ってるかわからないです。大丈夫です。ありがとうございます。さあ軍配返りました。結び前です。正面でいった、押し合いだ、左から動いた、上手が速い横綱、決めた。今度は左が入りました、左四つ、足も脅かしていく横綱豊昇龍、残しました霧島。左深い下手は横綱です。向こう側切り返し、外掛けながらもろ差しだ、中に入った、寄り切り、豊昇龍の勝ち。動きのある、動きのある攻防になりました。もうやっぱりこう両者ですね、こう技術ある相撲をこう見せてもらったなという一番でしたね。本当攻防があってですね、スローがもうそろそろ出ると思うんですけども、最後ですね、横綱がこれ立ち合い今日まっすぐ行きましたね。そうですね、立ち合い横綱またこの低かったですね。で速いですし、右からですね出し投げを打ってすぐこの左をねじ込んで攻めも速いですし、そしてここからですね左投げに行くのかと、どちらに行くんだと思わせておきながらこう切り返しに行って寄り切りと、どっちでもいけますからね。あえて下手投げもいけますし、切り返しもいけますし、そういった、霧島のこの体勢ですね。ここで切り返しを選んだと。こう一瞬の流れの中でこうやってね、自分でこちらでこう判断するという、やっぱりこう横綱の勝負感といいますか、すごいなと思います。これでしっかり豊昇龍は初日黒星だったものの連勝したということになります。白星先行2勝1敗、明日は若隆景戦。スーパーリストが努力して研究されたらもう勝ち目ないですよね。そうですよね。すごいなと。で今年入ってからは大野里がすべてこの若隆景戦勝っているという状況です。過去の対戦は大野里に5対2ということになっています。ですから若隆景が勝機あるとすれば、どんなところでしょうか。だからとにかく正面に置かない横綱をですね、あと慌てさせる、引かせるっていうところが大事なんじゃないかなと思いますけども。なるほど。でも横綱最近引きませんからね。そうなんですよね。一時期は引く癖を指摘されることもあったんですが、全く引かなくなりました。そうですね。引かせ
てやっとこう勝機が見えるんじゃないかなという一番ですね。さあ11月場所3日目結びの一番です。ここまで連勝発進の横綱大野里対する連敗スタートの若隆景。豊昇龍は勝ちました。さあどうか大野里3連勝なるか。低い立ち合い、一気に突き放していく勝負、あっという間でした。大野里の勝ち。問題にしませんでした。そうですね。もうやっぱりこう立ち合い1本目の踏み込みがですね、この若隆景にも圧力伝わってますね。若隆景もはい大野里よりは低い体勢で立っていたとは思うんですが、はいそれでも一発で持っていきました。そうですね。もう本当にこう若隆景も必ずですね右が刺されたくないんで、はい、まあ攻めるんだったら、上手取られたくないですし、左に変わるのはもうセオリーなんですけども、はい、まあそこを分かってたかのようにですね、まあ、もろ手でいって相手が右をねじ込もうとしたところを左からですね追っつけるんですけども、この横綱のですね左からのこの突き放しがですねものすごく効いてますね。右をねじ込むんですけども、ここでですね左から相手をこう起こすんですね。これがもうさすが横綱だなと。ここですね、左から相手のこの密着してればですねまだこう回り込めたと思うんですけども、はい、あんだけこう離されて正面に置かれるとですね若隆景にも万事休すですね。ですね。はい、ということで今日は、今日も両横綱が勝ったということで、大野里明日は霧島戦3連勝です。若隆景3連敗で2日続けての横綱戦、明日は豊昇龍との一番が組まれています。大野里盤石ですね。そうですね。本当に